91年の鈴鹿でセナは前年の事故について語ったそうです。91年のチャンピオン決定後に何やら語ったそうなんですが、予選前に私とゲルハルトはポールポジション位置を変更してもらうためにオフィシャルのもとへ足を運んだ。彼らは分かった、問題ないと言った。ところが私がポールポジションを取ったらバレストルが指示を出し、ダメだ、ポールポジションの位置は変えないと。90年の日本グランプリでセナとベルガーは一緒にポールポジションの位置を変えてくれということをオフィシャルの方に言いに行ったと。ところがセナがポールポジションを取ったらバレストルの指示でポールポジションの位置を変えないことになったとセナは言ってます。これはマルコム・フォリーさんが書いたセナ対プロストの本の中に書いてある情報で、セナがこう語っていたということが本に書いてあるだけなので、このセナの言い分を確かめようがないんですけども、セナが最終的に接触事故を起こすという決断をする最後の一押しになってしまったようですね。ただこのことについてベルガーも例えば同じようなことを語ってくれていれば信憑性があるんですが、とりあえずこの本に書いてある通り、セナはオフィシャルとこういうやり取りがあった。で、バレストルの判断でポールポジションの位置を変えないという結論になったということにしときましょう。ここで補足をしておくと、90年の鈴鹿にはバレストルは来ていません。鈴鹿に来ている現地のスタッフがバレストルに連絡を取って判断を仰いでいたようです。で、ポールポジション位置を変えないということを言われて、セナはこのように思ったようです。私は自分に言い聞かせた。いいだろう。あなたたちは自分たちのジョブをしているだけだ。そこに愚かな人間が指示を出しているんだ。と。そして接触での決着を選んだ。あれは私の責任ではない。確かに私は加担した。それは認める。しかしあれは私の責任ではないんだ。結局、ポールポジションの位置は変えないという返事をしてきたオフィシャルに対して、セナはこのように思ったんですね。あなたたちは自分の仕事をしているだけだと。で、その彼らに対して愚かな人間が指示を出していると。要するにこれはバレストルのことを言ってますよね。で、セナの中で接触するという決意をしたようです。で、その結果について自分の責任じゃないと。私は加担したけど、あれは私の責任じゃないって言ってますね。これもうちょっとセナの理屈を説明すると、90年ポールポジションを取ったセナは、レコードライン上じゃない奇数列側なので、スタートダッシュが効かないわけですね。偶数列のグリッドはレコードライン上なので、埃がないので、スタートダッシュが効くと。なので、もしスタートで前に出られても、そこに車がいない前提で走るへ理屈を考えたみたいです。だから何もいないところに向かってハンドルを切ってんだから、それにぶつかっても私の責任じゃないっていうことらしいです。これも突っ込みどころが満載で、いないという前提でハンドルを切ってるってことだとしても、ぶつかって止まるまでセナはアクセルを踏み続けてるんで、もう完全にヘリクスですけどね。で、この接触について、当時の他の F1 ドライバーはどう考えていたのか。名前は書かれていないんですが、こんな声がありました。しかし、鈴鹿での2回目のあのクラッシュは、すぐにでも死につながる行為だったし、直ちに FIA が処罰を加えなければならない行為でもあった。もしチェザリスがあんなことをやったら、彼は永久に非難され続けていたはずだ。でもセナは逃げおおせた。これを語ったのは、どのドライバーなのかわかんないんですけど、この通りですね。全部当たってると思います。それまでセナに対して厳しい裁定をしてきた FIA もしくはバレストルが何も処罰しなかったのが非常に不思議ですね。先ほど説明したように、この90年の鈴鹿では、現地のスタッフがこの接触についてバレストルに報告をしたらしいんですけども、セナを失格にできるレギュレーション違反がないというような話をしたらしいです。89年は試験不通過ということで失格にしたわけですけど、この90年のスタートでの接触は故意でぶつかったわけじゃないということであれば、失格にする理由が存在しないっていうことだったみたいですね。なのでそのまま終わってしまったようです。ここからは私の考察です。危険度を考慮しない暴挙。当時の F1 マシンは無給油でレースを走る。スタート時200リッターのガソリンを積んでいる。
スタート直後全開加速で後続車が走ってくる状況での接触、2台だけでなく複数台での火災炎上事故になりうる状況で、セナは故意に追突した。この時はガソリン200リッター、ドラム缶1本分のガソリンを F1 マシンは積んでるわけです。で、それが全開で20何台加速してくるわけです。プロストとぶつかることによって、この2台が火災事故を起こす可能性もあるし、ぶつかり方によってはさらにその後続の車たちもそこに突っ込んで何十台の火災炎上事故になる可能性もあるわけです。そういう可能性を含んだ追突事故をセナは起こしたっていうことになります。ベルガーの炎上事故やドネリーのクラッシュを目撃しているセナ、自分だけは死なないと思っているとプロストに非難されても当然、出場停止処分もしくはライセンス剥奪が妥当であったと考える。ここも同じく私の考察です。前年89年ベルガーが火災炎上事故にあったり、この90年マーチン・ドネリーがこの写真のようなひどい事故に遭っています。セナはそれを目撃しているわけです。だけど故意的に事故を起こしたと。この接触事故だけでなく、この当時のセナの走り方に対してプロストはセナが自分だけは死なないと思っているという非難をしてました。これはこう言われて当然だなと思いますね。で、この接触事故に対して何のお咎めもなかったわけですけど、私が思うには出場停止処分もしくはライセンス剥奪でも良かったと思います。もし今の F1 だとしたらとんでもない厳しい処分が下されますよね。絶対に許されないっていうことになって。だけどなぜかこの時は許されてしまった。セナとプロストがぶつかってただ単にコースアウトした状態で止まって終わったっていうのは単なる偶然でとんでもない大事故になってた可能性もあるわけですよね。ただぶつかって終わったもしくはとんでもない大事故になった、それはたまたまその時の状況で変化するだけであって事故を起こしたことに対しての裁定は変わらないはずですよね。なのでとんでもない危険をはらんだ事故を起こしたわけですから、こういった厳しい処分をするべきだったと思います。で、事故を起こしたセナですが、食ってかかったホンダのエンジニアもいたようです。あなたはチャンピオンを取ってよかったかもしれないけど、ホンダにとってのホームレースがぶつかって終わりでは困るんだ。これはホンダの安岡さんが語っていました。で、下の矢印に書いたんですが、この人物がセナの担当を降りたのかなと思います。あとちょっとね、謎なんですけども、レースエンジニアももしかしたら辞めたのかなと思います。まずホンダのエンジニアの話なんですが、誰って名前は明かされてないんですけど、何しろ誰かがセナに対して文句を言ったっていうのと、プロストが言うには、セナ担当のホンダエンジニアが、この鈴鹿を持って辞めたらしいんですね。もうセナの担当から降ろさせてくれっつって。なので、多分この文句を言った人と、セナの担当を辞めた人は同一人物なのかなと思います。で、あと、ここでレースエンジニアって書いたのが、1990年のセナのレースエンジニアってよくわかんないんですよね。89年まではスティーブ・ニコルズさんで、この翌年の91年は MP46 の動画で紹介しましたけど、ジェームズ・ロビンソンさんなんですけど、90年に関してはインターネットで情報を調べても名前が出てこなくて、何しろ誰だったのかよくわかんないんですけど、1年で変わってしまったということは間違いないんですね。で、名前が出てこないっていうのも、もしかしたら本人の希望でもうセナの担当してたことを抹消してくれって言ってんのかなってちょっと思いましたね。さっさと降りてしまったので名前が出てこないっていうことなのかなって。レースエンジニアの件に関しては多分に私の推測が入ってます。だけどセナの接触事故によってこういうことも起きたということです。で、ぶつけられた方のプロストですけど、近年このように語ってます。死のとこに横たわって思い出すレースがあるとしたら、多分これだろうと私は思う。あの時の彼の心象風景というものを想像すると、殺伐とした人間の暗部を覗き見た気がして、今でもひどく嫌な気持ちになるんだ。他の動画で紹介しましたけども、
プロストは基本的に過去の F1 時代のことは辛かったことでも今となっては楽しい思い出だっていうふうに語ってました。なんですけども、この日本グランプリについては今でも嫌な気持ちになっちゃうんですね。やっぱり辛かった出来事なんですね。スタートを前にしたアイルトンの心の中には、自分は1年前の日本グランプリで陰謀の犠牲になったとの思いがあり、何としてもその借りを返さねばと考えていた。彼がそういう気持ちでいる以上、私が何をどうしようと大して役に立たないとプロストは語ってます。まあ頭のいいプロストですから、当然セナがこの時こういうふうに思ってたんだろうって分かってるわけですね。まあというわけで、前回の動画でも話しましたが、セナの目線で言うと89年の借りを返す。それが正しい考え方かどうかっていうのは別として。で、90年に接触事故を起こす。その最後の一押しになってしまったのが、セナの言い分では、バレストルがポールポジションの位置を変えてくれることになったのをダメだというふうにしたと。要するにセナに対してまた嫌がらせをした。だから、セナとしてはぶつけることにしたということになるんだと思います。90年に関しては何のペナルティも課されなかった。だけど、セナの担当から降りたホンダのエンジニアもいるし、もしかしたらレースエンジニアも辞めたのかもしれない。セナの危険でわがままな行為によって付き合いきれないって思った人もいるわけですね。ホンダのエンジニアの気持ちを想像するとわからなくもないです。1年間戦いながらドライバーの声を聞きながらエンジンを改良し続けて、さらに鈴鹿用のスペシャルエンジンを準備したりと、本当に死に物狂いで働いていたんだと思います。で、なんとかセナを勝たせよう、マクラーレンをチャンピオンにしようと思って一生懸命エンジンを作るわけですね。で、それがセナの勝手な判断でぶつけて終わりにされたと。要するに1年間の努力の結晶ともいえる鈴鹿のスペシャルエンジンをプロストに特攻するための道具に使われたってことですよね。これがもし自分がエンジンを作る技術者だったら激高すると思いますね。ホンダのどんな偉い人が止めても、ロンデニスが止めても、自分だったらセナに食ってかかると思いますね。自分の苦労を何だと思ってんだって。もしくは開発に携わった人間の苦労を何だと思ってんだ。スペシャルエンジンでちゃんとレースをしろと。レースをした上でプロストに勝てと。勝てないんなら勝てないんでしょうがないんだから、きちんとエンジンの性能を発揮して戦ったその結果を見せろってね、思いますね。もちろんセナにその責任があるわけですからね。はい。と思います。で、プロストは今振り返ってもやはり辛い出来事だったと。だけどセナは89年の借りを返すという気持ちでいっぱいだったんだろうと。彼がそう決意していたのであれば自分としてはもうどうしようもなかったって言ってますね。まあこれが90年の鈴鹿の接触に至る細かいセナの気持ちの変化。あとはそれによって起きた様々な事象。ということになると思います。まあそれを今回紹介しました。前回の動画も皆さんたくさんコメントくれて、本当に深く考えて冷静な意見、セナとかプロストとかに変に偏ってない冷静な意見を皆さん書いてくれて、私も非常に勉強になりましたし、私が皆さんに伝わるかな、こういうふうに考えてほしいっていうその通りの動画になったと思うし、非常にいいコメントをたくさんいただきました。で、本当にごくごく一部の人なんですが、セナの味方をしてるのか、そういうこと言う人いるんですけども、今回の動画でライセンス剥奪するべきだったと私言ってるぐらいですから、セナの味方でもないし、セナが正しかったなんて全く思ってないです。彼はこうやって故意で事故を起こしたり、もしくは前回の動画で紹介した通り、シーズン始まって間もなくフェラーリに移籍したいって言ったり、プロストにちょっかいを出したり、一緒に働いてるマクラーレンとかホンダの人間に対して、まあ日本の言葉で言えば不義理なことを平気でやってるわけですよね。ほとんどの方が皆さん理解してくれてましたけども、それをやっちゃうのがセナであり、そういう精神構造だから、とてつもなく速いし強いっていうことが言えると思います。まあ要するにそれがもうセナという人の性質なわけなので、今更過度に批判しても意味はないですし、彼はこう考えて行動したんだなってことを冷静に分析することが大事だと思います。今回の動画はここまでです。はい、皆さんどのように感じましたでしょうか。またコメントいただけるとありがたいです。高評価もいつも押してくれてありがとうございます。
チャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、はい、ぜひ登録してください。MP45B、あと1本作れるかなってちょっと悩んでます。ごめんなさい。もしかしたらこれで終わりになっちゃうかもしれないです。まあ、何しろまた、次の動画作りますので、はい、よろしくお願いします。